今日は懐かしのスナップを、ストリートスナップを振り返ろうという回です。そうです。私はですね、実はフォトグラファーになったのは、2004年からなんですよ。で、独立したのが2008年、でスタイルフロム東京というブログを始めたんですね。そこで毎日一日も欠かすことなくスナップをアップしてたんですよ。でそれを見返していこうかなと思うところで、今回2008年、うわー、18年前だから結構懐かしみがあるかなと思っております。なるほど。一番古いのが、2008年5月の9日金曜日に撮った私のファーストトライの写真ですね。がこちらになります。これが私の原点であり頂点だと私は思っておるんですけど、ギャップがあるじゃないですか。まだギャップがありますよ。まだあるんですね、2008年って。まだありましたね。でギャップの前にちょっと後ろにベンチあるじゃないですか。誰かが座ってる、あれね、選ばれせしベンチなんですよ。どういうことですか？おしゃれな人しか座っちゃいけないっていう暗黙のルールが原宿にあって、そこに座れるのがなんだろうな、ステータスみたいな、俺らクルーは座れてるぜみたいな。だからこれは原宿のギャップでよくこの前でストリートスナップを撮って雑誌に載るっていうのが基本だったっていうような。ですね。僕がだってもう雑誌を読み始めた時とか高校生ぐらいの時から分かりますもん、この風景でしょ。これが最初っていうのがいいですね。今ここだから東急プラザみたいな。東急プラザです。エスカレーターのとこですよね。鏡エスカレーターみたいなね。20代の方とかはそっちの方が多分印象深いんだと思います。僕もなんか東京来て最初に行った気がします。ここにねえ、ここ行ってヒステリックグラマー行った気がします。あんたヒステリックグラマー行ったのね。明治通りの方に行って私は初めて来た時はラフォーレ原宿に行きました。もう絶対ね、そうですよね。そう、変遷があるんだけど、一番最初スナップのメッカってラフォーレ原宿だったんですよ。そうなんですか。90年代後半から2000年代の頭。そうなんですよ。でそこで人が本当にぐちゃぐちゃぐちゃ座っちゃったりとかして、若いからキッズとかでラフォーレからそこが禁止になっちゃったの。そうなんだ。禁止になったからこのギャップ前にみんなわら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 ってなるほど。この広場ちょっとありましたからね。ちなみにこれ中身、このおしゃれさん、男性、かっこよくないですか？ちょっと塩ビ服っぽい、かっこいいっすね。ロングコートに白いシャツにこの古着のちょっと中途半端丈のデニムでこの登山ブーツ。これは島っていうヘアカットのところ、島のゆきまるくんですね。皆さん懐かしいと思ってる人いるんじゃないですか？有名だった方なんですか？有名だった、常連さんだった。ゆきまるさんね。ゆきまるくんで、この古着の男の子とかも割とかっこよくないですか？かっこいいですね。いいボロ着てますね。いいボロ着てますよ。なるほど。そう。これもかっこよくないですか？めっちゃ古着スタイルっていうか。古着でベストなんだっけ、民族調のベストあるじゃないですか。しまよっぽいやつですよね。そうそう。でここに腰巻いちゃって、私何がいいかっていう佐川さんの色合わせと別にそれに合ってるのがいいなってちょっと思ったんですよ。赤と青。ちょっと佐川さん変わらないじゃないですか。佐川さんフォーエバーですよ。スタイリング変わってない。佐川フォーエバーですよ。佐川さんもそろそろ20年ぶりからリニューアルしてもね。確かに。いいような気もしますけど。もっと機能性のなんかシャツとか着ればいいのに。なんかブーってしたやつとか暑いから。佐川さんだったら私タブレットとかにデザインしてほしい。なんか可愛らしい面白いのできそうじゃない？いいと思う。ね、昨日初代とかさ、タブレットすごい今シーズンも使ってるから。いいと思う。これ後ろの車も相まってなんですけど、これブラックミーンズの小松さん。ブラックミーンズの方。この人も変わらない。昔から声だし今も声だし、スタイル全然変わらないよ。そうなんですか。これどこですか？これは原宿の今ラルフローレンがあるところと遊歩道が入っていくその間です。今もある？今もありますね、場所的には。なるほど。かっこいい。デザイナーさんですね。でバッグがギャルソンで、クリストファー・ネメス着てて、で帽子がビビアンと。この今コーヒー屋さんになってるんですけど、後ろ茶色いところはまだあるね。
そうなんや。テナントは変わってるけどビルっていうの建物自体はまだあるよ。隣がもしかしてキディランドではないか、この K は。 K？ これがまだある。でも建て替えしちゃったから建て直しする前のキディランドですね。なるほど。キャットストリート。キャットストリート、たこ焼き屋さんとかがあるところですね。めっちゃおしゃれじゃないですか。めっちゃおしゃれですよ。マルニのワンピースって書いてるレイさん。本当だ。でかけてるシャツがコムデ・ギャルソンで、サンダルがメリッサで、レイさんは最近またこの靴履くが増えていると言っていたから、メリッサ1回流行って終わってまたもう1回来たですよね。大学生で学生さんなんだけど、夜は髪の毛の専門学校だからダブルスクールしてる子ですね。今何やってるんだろう。やっぱ美容師の店長とかなってんじゃない？ 18年、そうですね。大学生40歳くらいでしょ。そうですね。メッセージください。メッセージください。もしも知って、もしも私だと思った方。マルニの私ですって。あの時出会った鶴ですって言って来てください。取りに行きますんで今を。ねえ、本当。今あの人は今でやりたい。おー、エティ。何ですかエティって。エティエンヌっていう男の子なんですけど、そうで、今もあるんですけど、ドックっていう古着屋さんがありまして、ドックで働いてる男の子だったんですよ。ドックもそんな前からあるんだ。あります。いつからある？90年代。2004、多分20年ぐらい経ってんじゃないかな。行きますか。行きましょうよ、ドック。ドック行きま、ドック今多分コンボイ君って男の子やってるから、コンボイ君これ見てたらオファー行くと思うんで、お待ちください。行きましょう行きましょう。この子も割とよく乗ってたなって感じで、この頃の東京の格好してますね。アンダーカバーかけるキティちゃん T シャツっていうのがあって、それ結構昔争奪戦だったんですよ。このキティちゃんの顔にリボンババババババって顔隠してんだ。そう、リボンで顔隠れてんの。よくサンリオ許したねみたいな。それに古着のローブを着てるっていう感じ。古着なんですね、これ。古着ですね。でこの頃結構ロン毛の男の子多いですね。ああ、なるほど。言うてみるとね。2008ってそうでしたっけ？割とまあまあいましたね。ポパイのプレッピーみたいのが流行る前夜か。それがちょっと後に流行って。その後に流行って、ちゃんとした子みたいなが流行るから、それの前夜だから割と汚めで雰囲気アジアル系が割と多かったかなって。あらー、またラルフローレンの前だ。前ですね。東京ボッパーっていう靴屋さんがあるんですけども、そこの山ちゃんとおさ山ちゃんで、山ちゃんはまだボッパーにいます。どっちが山ちゃん？これ山ちゃん、しましまの方ですね。赤いボーダーの方ですね。靴がおそろですが、これが靴屋さん？これが東京ボッパーの靴。東京のボッパーのこのなんかこう登山靴みたいなのがその頃めちゃくちゃ流行って、そうカラフル登山靴みたいな感じがすっごい流行ったんですよ。さっきの話したてっぺいくん、ちょっとやっぱ若いですかね。若いっすね。若々しいですね。そして後ろにジョナサンとロッテリアンがありますね。両方はまだありますか？ないんすよ。ここもないんですよ。何なってんだっけ、ここ角っすよね。今ね、ここポップアップのスペースになったりとか、特定のお店が今入ってなかったりする。そうなんだ。ジョナサンないか。ないよ。ロッテリアもないよ。ないんだ。そこで時間潰してた人いるんじゃないでしょうか。めっちゃ混んでんだもんだって。これが当時の付き合ってた彼女だから、ちょっとすみませんね、てっぺいくんって話なんですけどこれ私すごい思い出深い。かわいい。この子も割と常連さん組だったな。なんか髪型がモヒカンみたいになってる。モヒカンなんです。ほら、眉毛ないのはちょっとその頃っぽいですね。なんかこの後やたら太くなってきませんでした？女性とかもめちゃくちゃなんか太い時期ありませんでした？あったありましたよね。流行ったんだもん。流行ったんだもん。あれ2010年以降ぐらい。もうちょいあったんですか？もうちょっと16とかじゃないかな。そうでしたね。ここボーってなって。そうでしたよね。やってましたよ。ここ根元ボーって立たせてますよ。2016年も見たいな、そうだと。徐々にやりましょう。これも可愛くない？今でも可愛いよ。ミニスカートにプリーツスカートにはしましまに縦と横のラインです。でメガネ。でもこの格好トミー・フェブラリーみたいな可愛くない？トミー・フェブラリート
トミー・フェブラリーだ。わかりますか？でしょトミー、メガネもトミー・フェブラリーだ。髪の毛長くてちょっとアンニュイで、でもちょっとドーリーな感じ。いいな。僕はブリリアント・グリーン時代の方が好きでした。まだ川瀬智子時代の方が。私トミー・フェブラリーシリーズの方がカルチャーっぽくて好き。そうですね。これも原宿じゃないですか。雑原宿じゃないですか。7月17日。全然風景違うじゃないですか。違うじゃないですか。なんかビール低いように感じるな。実際低いのかな。もうでもこれないよね。ここにプラダとかないもんね。ないっすよね。で着てるのはディオールのカーディガンとリーボックのシューズとヴィンテージのパンツですね。このディオールとパンツみたいなのを組み合わせるこの感じが原宿なのかなって気がします。明治公園っていうのがあったんですよ。そこでフリマやってたんですよ。そこの時に撮らせてもらったやつかな。車古これなんだろう。でも今っぽくないっすもんね。なんか形が古なんか車にも時代を感じて良いですね。ですね。これも原宿の交差点のところでロッテリアがあったところで、彼女も常連さんでした。パリンっていう女の子のセレクトショップがあったんですけど、今もうなくなっちゃったんですけど、そこの女の子ですね。やっぱりジェレミー・スコットのレギンス履いてますね。その頃ジェレミーめっちゃ流行ったんですよ。そうなんですか。このレギンス。これも覚えてるな。やっぱ覚えてるもんですね。カラフルですよね。ですね。なんかプレッピー前夜って感じしない？シャツとかなんかこうカンカン帽的にはプレッピーなんだけども、ちょっと崩してる。で色をすごい使っているみたいな。ドッグの前だ。じゃあドッグの服着てんのかな。のぞみ石黒というブランドがありまして、のぞみ石黒のオーバーオールを着てます。のぞみ石黒。でマーク・ジェイコブスの大きなリュックと。マーク・ジェイコブスもその頃結構流行ったんですよね。あの頃は AMPM だったんだ。まだ AP があったところあった時代ですね。もうこの数年後になくなるんだよね。そうだよね。なんかどっかに買われるんだよね。誰だっけ？ファミマだっけな、確か。ファミマか。これもその頃の当時っぽいな。7月13日民族調のチュニックと古着のデニムと、でもサングラスだけはちょっとキッチンに外してみたいな。でロン毛本当だ。これも覚えてるな。遠距離恋愛中なんですって、この2人が。で久々に彼女が上京してきたその時に撮らせてもらったと。今どうなってんだろう。で色違いでルイ・ヴィトンのブレスレットとかしちゃってるんですって。もうキュン。いいじゃないですか。この笑顔も良くない？久々に会いました感が。ベルベルジンは変わんないね。変わらないですね。門構えもおそらく変わってない。なんか T シャツのレイアウトの仕方も変わってない。今でもこの磯田も翔吾くんが、この子も智也くんって言って結構有名人でした。町の美容師さんだったかな。覚えてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。これもやっぱさあの頃っぽくね、古着のデニムちょっと汚めでロン毛で多いっすね本当に。でデニムが多い気もしますわ。ダメージ系のにダメージにダメージ合わせてロン毛でちょっとこう雰囲気小汚いみたいな感じが結構いたんじゃないですかね。自転車いっぱい止まってるな。本当だ。なんか今多分こんな止めらんないですよね。止めらんないですよね。時代感じるな。パンツが今やなきシーバイクロエですからね。クロエのカジュアルバージョンで、それが男の子が着てるっていうのが可愛いですよね。奈良さん変わんない。ちょっとでもなんかロン毛か。ロン毛ですね。でもなんか今の方がまろやかな感じしますよやっぱり。角が取れましたですね。今の方が接しやすい感じ。接しやすいか。1LDK のセックンだ。キーライムのセックン。ってことは8月10日の2008年でレセプションパーティーだから、この日に1LDK が中目黒にオープンしたんですね。その時に撮らせてもらったやつですね。関さんこんなんなんだ。そうですよ。この子も町の子だったんですよ。何日ですかね。
8月9日ですね。シスターっていう古着屋さんが今もうちょっとウェブだけになっちゃったのかな、あったんですけど、そこの看板娘の冬里ちゃん、覚えてる方いるんじゃないでしょうか。かわいい。懐かしい。これは私の元同僚です。シュンとフルーツやってた時で、私女の子3人でやってたんですけど、りなちゃん。りなさん。りなちゃんもバチクソおしゃれだったんだよね。古着しか着ない子で、今回も古着なんだけど、古着とコンバースとかガーリーなものと超じゃないものを組み合わせるのがめちゃめちゃ上手だった。そうなんだ。古着しか本当着なくって、一回相談されたことがあって「姉ちゃん結婚式に行くことになったよ」と「いいじゃん、古着で行っていいと思う」見たことないけど、ファッション界隈だったら別にいいや。まあいいんじゃないとは言った覚えがあるけど、それくらい古着が好きで、古着しか着たくないってことだったの。あら、夜のてっぺいくん。またてっぺいさんだ。てっぺいくんですね。これもドックの前ですね。ドックのプレストバイヤーの女の子ですね。今っぽいこの時代っぽい感じの子だなって感じ。ここに線のこのリボンついてるやつもヘアアレンジよくやってたんですよ。当時っぽいんだ。当時っぽいですね。カチューシャをやってんのかな。カチューシャっぽいやつをちょっとこういう感じだった。へえ。あら、増井優くんじゃないですか。あら、ゆう増井じゃないですか。若いっすね。若いっすね。ゆう増井。我々のチャンネルにもたびたび出てくださる。9月4日。キリルっていうブランド皆さん知りません？キリルが実はキリルの以前にヒロっていうブランドだったんです。名前を変えてキリルになったんですけど、ヒロのヒロさん。デザイナーさんで、今この方がキリルのデザイナー。バルマングのハチ君って言ったじゃん。ハチ君もよく撮らせてもらってたんですよ。今でも若く見えるけど。でハチ君はいつも365日このキンキンな半ズボン履いてました。寒くなかろうみたいな。でも寒いよね、絶対に。寒いし。奈良君いて。この頃はちょっと蛍光差し色が流行ったんですね。ピンクと蛍光イエロー、蛍光黄緑、蛍光。多い、男女ともにいるわね。このシルエットが昔じゃない？ピッタピッタっすね。ピッタピッタでタンクトップ。ダルダルタンクトップね。でもおしゃれなのがさ、ファーのピアスしてるの上手じゃない？一癖あんだなって。多分私ここの花火とこうして撮りたかったんだろうね。何の花火だこれ？スマップですよ。スマップの S が SMAP じゃないこれ。この時きっと夢じゃないなんとか13日オンセール TBS 北京2008テーマソング。どんな歌だっけ？聞いたらわかんのかな。めちゃくちゃ僕この時北京オリンピック報じてましたわ、情報番組で。ちょっとでも曲は覚えてない。これもなんか夜の原宿ですね。AMPM だ。NPM ドッグの隣のだ。落書きしすぎでしょ。そうだね。大丈夫って感じで。これもファリーンの看板娘の女の子で、ジェレミー・スコットの服を着ております。こういうすごいカリスマっていうか、彼女のファンいっぱいいた気がする。そうなんだ。三笘愛ちゃんどうですか？今も LA にいるんだけど、プリュイっていうヘアのブランドとかやってる子で、その頃は島の美容師さんだったんですよ。ですごく街でも人気の子だった。可愛いもんね。可愛いんですよ。今も可愛いけど、三笘愛ちゃんね。この人かっこいい。かっこいい。誰11月24日。眉毛細ね。美容師さんとしか書いてありませんけれども、この子も原宿のラフォーレの中にかっこいいセレクトショップ、ちょっと今名前忘れしちゃったんですけどあって、そこの男の子だった。シルエットもやっぱ昔じゃない、ピッタピッタみたいな。でラフシモンズのトップスとパンツが今や懐かしいグリーンですね。ハイクの前身のブランド。グリーンですね。シューズがフットダコーチャーと。ピタピタ多いね。ちょっ
タピタに確かにムートンブーツみたいな、と膝上くらいのロングカーデみたいな、これがその頃のデフォルト。このムートンブーツ確かにいたな、後ろだってムートンブーツだらけじゃないですか。本当だ本当だ。これは今やなき、スターバックス、明治通り沿いにスターバックスあったんですけど、あったんですか。あったの、竹下通りのちょっと渋谷寄りの方行ったところ。結構昔からあったんだけどなくなっちゃった。また長いコートだ。長いコートでロン毛だ、で中なんかそのタンクトップみたいな首元を開ける感じなんですかね。ね、あと、古着の T シャツ、あ、違う、汚いデニム、でもこのコートアンリアレイジ、アンリアレイジパッチワークですね。これは2008年の11月8日に、H&M の紙、オープンってこと？オープンしてすぐだろうね。すごい大行列じゃないですか。ね、フォーエバーとかもあったけど、フォーエバーなくなっちゃったし、フォーエバーないですね。こう初上陸の時はこれくらいこう人が上陸して、ここら辺からファストファッションというのがバッと始まって、バッてきましたね。わあ、懐かしい。ギャップ前、これもなんかこの時代の女の子って感じ。こういう格好を真似したくてしてる子結構いたなって感じ。あと髪型もそうだね。おバカさんみたいにピュッて結ぶみたいなのが流行ったんですよ。そう、懐かしい。かわいいな。かわいいよね。むちゃくちゃ地べたに座ってるじゃん、もうみんな。そういう時代だったんですよ、本当に。いいですね。ここ広く感じる、この角。街の景観を作ってたんですよ、ギャップさん。ギャップいいな。おしまい。はい。はい、いっぱい見てきました。いっぱい見てき、懐かしい。いいですね。いいですね。いろんな時代をこう彷彿させますね。ですね。皆さんの2008年の思い出も聞きたいですね。ぜひぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。あと、これ私だよっていう方、ぜひあの人は今シリーズでスナップ撮らせてください。はい。はい。じゃあまた2009年バージョンもやりますか。機会があったらやりましょう。やりましょう。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあね。